おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。今日はロボタクシーと FSD を中心にかなり重要な動きがありました。テキサス州でテスラのロボタクシーに関する商業運用の許可、これが確認されました。一方で登録されている車両は42台、そして競合のウェイモはテキサス州で577台とされていて、テスラとの差も見えてきました。さらに FSD のバージョン 14.3.3 がカナダ横断を完走したというニュースや、エストニアで FSD が承認されたというニュースも出ています。今日は今テスラで何が起きているのか、オーナーの方や投資家の方がどこを見ておくべきなのか、こちらについて整理をしていきたいと思いますので、本日も最後までご覧ください。まずトップニュースです。テスラがテキサス州で商業用ロボタクシー運用に向けた認可を取得したと報じられています。テスラはテスラロボタクシー LLC として登録され、レベル4自動運転車の運用者として認められた形です。今回登録車両として確認されたのは42台のモデル Y です。ここで大事なのは、これは明日から全米でロボタクシーが一気に走り出すという話ではないということです。ただ、テキサス州の制度の中で、テスラがロボタクシーを商業運用するための入り口に入った、そういった意味ではかなり重要な一歩です。今回のニュースは派手な新機能の発表ではありません。でも、実際に事業として進める上では、登録、認可、運用準備のような地味なニュースが大事になります。ただし、冷静に見ておきたいポイントもあります。今回確認されたテスラのロボタクシーの登録台数は42台です。一方で、ウェイモはテキサス州で577台と報じられています。つまり、現時点の車両規模で見ると、テスラはウェイモにかなり差をつけられている状態です。もちろん、テスラにはウェイモとは違う強みがあります。既存のモデル Y を使えること、車両を大量生産できること、そしてソフトウェアアップデートによって機能を広げられること、この3つはテスラにとって大きな武器です。ただ現時点ではウェイモが運用実績で先行し、テスラはこれから台数を増やせるのか、これを見られる段階に入ったと考えるのが自然です。投資家が次に見るべきなのは認可を取ったかどうかだけではありません。42台が100台、500台、1000台へと増えていくのか、そして安全に運用できるのか、ここが次の焦点になってきます。次に FSD のニュースです。FSD のバージョン 14.3.3 を使ったカナダ横断ドライブが完了したと報じられています。ルートはバンクーバーからハリファックスまで、距離は6051キロ、約5日間の走行で人間の介入なしで完走したとされています。これはかなり大きな実績です。6000キロを超える長距離を走り切ったっていうのは FSD の安全性を見る上で注目すべきニュースです。ただし、長距離を走れたことと、すぐに完全無人のロボタクシーとして大都市で安定運用できることは同じではありません。都市部では歩行者、自転車、工事、緊急車両などかなり複雑な判断が求められます。なのでこのニュースは FSD が完成したっていうよりも FSD が着実に進化していることを示す大きな実走行データと見るのがいいと思います。そしてヨーロッパでも FSD に関する動きがありました。エストニアでテスラの FSD、正確には監視付きの FSD が承認され、展開開始が近いと報じられています。これまでオランダ、リトアニアでも承認の流れがあり、今回エストニアも加わった形です。ヨーロッパは自動運転に対する規制がかなり厳しい地域です。そのためアメリカのように一気に広がるというよりは、国ごとに段階的に進んでいる印象です。オーナーにとっては自分の地域でいつ FSD が使えるようになるのか、投資家にとっては FSD がアメリカでも広がっていくのか、そして収益性が上がってくるのか、この両方の意味で欧州での承認の拡大っていうのは注目しておきたいポイントです。ただしここも欧州で一気に解禁という話ではありません。あくまで段階的な進展です。そして製品と競合のニュースも短く見ておきましょう。上海のギガファクトリーで製造された
モデル3プレミアム RWD がカナダに到着し、6月5日から納車が始まる予定です。カナダでは最近、モデル3の仕様変更も話題になっていました。加速性能、スーパーチャージャー速度、バッテリー保証などに変更があり、購入者には配送前に承認を求める動きもありました。購入予定者は納車前に仕様や保証内容を確認した方が良さそうです。そしてインドではモデル Y の価格の引き下げと新型プレミアム RWD の導入が報じられています。インドは価格は敏感な市場なので、今後の販売台数を見る上で注目したい動きと言えるでしょう。そして日本においても現在キャンペーンが延長となっていますので、今テスラを買おうかなと思われている方はこの延長の機会ね、利用されたらいいんじゃないかと思います。競合ではリビアンの R2 パフォーマンスの EPA 評価が公開され、効率面でテスラのモデル Y のパフォーマンスと同等レベルと報じられています。R2 はモデル Y より大きく重い車体です。それでも同じ水準の効率を出しているという点は注目です。テスラはまだ量産、利益率、販売網で強みがあります。ただ EV の効率という部分で競合もかなり追いついてきているということは見ておく必要があります。最後にテスラとスペース X の合併観測です。複数のメディアでイーロン・マスクさんがテスラとスペース X の統合について側近と協議しているという報道が出ています。一方でテスラの株主にとって本当にいい話なのかという慎重な見方もあります。ただし現時点では公式な発表ではなく市場の思惑や報道ベースの話です。投資家としては過度に期待しすぎず、そういう観測が出ているくらいの距離感で見ておくのがいいと思います。そして必ずしもこの合併っていうのがいい方向に向かうかどうかという点も冷静に見ておく必要があると思います。そして今日のメインはやはりロボタクシーと FSD の具体的な進展と言えるんじゃないかと思います。はい、では今日のニュースまとめていきます。一つ目はテスラがテキサス州でロボタクシーの商業運用に向けた認可を取得しました。これは事業化に向けた重要な一歩です。二つ目はただし登録台数は42台です。ウェイモは577台とされていて、現時点の運用規模では差があります。テスラが次に証明すべきなのは認可を取ったことではなくて、安全に台数を増やせるかどうかです。そして3つ目は FSD のバージョン 14.3.3 はカナダ横断 6051 キロを完走しました。これは FSD の進化を示す大きな実績です。ただし長距離走行の成功と都市部の完全無人のロボタクシーの運用は別の話題です。そして4つ目としてはエストニアで FSD の監視付きが承認され、ヨーロッパでも少しずつ展開が進んでいます。今日のテスラのニュースは大きな公式発表というよりは、テスラの自動運転事業が今どの位置にいるのか、これが見えた一日だったと思います。ロボタクシーは前進しました。FSD も進化しています。ただし投資家やオーナーが次に見るべきなのは派手な発表ではなく、実際の台数、安全実績、運用範囲、そして競合との差です。このあたりを引き続き冷静に追っていきたいと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は少し下げて、現在437ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日、1週間後ですね、名古屋にあるテスラの中古車販売、カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味のある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。